クイズステージスタート。患者という言葉を聞いて皆さん何をイメージされますか？この3分で皆さんのこのイメージを変えに行きます。かくいう私は突発的に膵臓が死滅しエネルギー変換ができなくなる1型糖尿病を患っています。24時間365日、そして一生涯血糖値を測定しながらホルモン注射をしてなんとか生き延びるんですけれども、いかんせんめんどくさいんです。世界に4億人以上の糖尿病患者さんがいますけれども、大体共通認識です。糖尿病の課題は患者が病に向き合うこと、すごく深刻な問題です。私は当事者としてこの向き合うというところにアプローチできないか、根源的な課題だからこそ糖尿病、ひいては人々の健康意識すら覆せるのではないか、そんな問いを持ちました。そこにありがたいことにデータサイエンティストをはじめ各領域の優秀なプロフェッショナルが集まり、ここ渋谷キューズでプロジェクトがスタートしました。まずは測定の煩わしい血糖値を可視化しに行きます。既存の医療機器や自作の通信デバイスを組み合わせて1分ごとにリアルタイムで血糖値を可視化するプロトタイプを制作しました。今この瞬間も学習が進んでいます。見える化をすることで血糖値という可能性が見えてきました。今日は3つご紹介したいなと思います。1つ目は共有化です。サーバー上で血糖値を管理するわけですから共有がしやすくなります。他の患者さんですとか管理栄養士さんですとかひいてはドクターだったりとか、煩わしい血糖値っていうものを媒体に仲間ができた瞬間でした。そして各領域のスペシャリストが的確なフィードバックをリアルタイムでしてくれるのでめちゃくちゃ PDCA が回ります。2つ目です。これ結構盲点だったんですけれども、血糖値を可視化すればするほど逆にそれがストレスになるっていうことが分かりました。ですので血糖値データ、そしてそれだけではなくてその時の感情や気分まで色や形で表現をしていく、一生涯付き合っていく糖尿病ですから、時にはアートとして楽しんでもいいんじゃないでしょうか。そして3つ目は皆さんへの可能性です。健常者の人々にもこの血糖値を測りながら2週間ぐらい生活をしてもらいました。何をどれぐらい食べたらどういうふうに血糖値が上がるのかというのがパーソナライズ化されてくるので、あなただったらこれだけ食べてもいいよ、今まで縛られてたところ、制限しなきゃ我慢しなきゃというところからこれだけ食べてもいいよ、そんなコミュニケーションが生まれました。そもそも血糖値は生きるためのエネルギー源です。向き合うというところを変えるだけで糖尿病患者はエネルギーの活用がうまい人に生まれ変わっていきます。この瞬間、患者だったりとか健常者だったりとかそんな言葉はもはや意味をなし得ません。我々は一人一人が自らの生き方、生活、そういったところを豊かにしていくために血糖値へアクセスする未来を描いています。少なくても僕は当事者としてその未来をいち早く味わいたいと思っています。皆さんの患者へのイメージ、少しは変わりましたでしょうか。ありがとうございました。ランゲのハンス細野目さんでした。ありがとうございました。